未来人ならばどうなるかわかるんじゃないかという声がぼちぼち届いている。やはり先輩方は見逃してくれないようだな。はっきり言おう、その通りだ。すべて分かっていることだ。今後どういった悲惨な状況になるのかというのは実のところすべて分かりきっていることだ。よって単刀直入に今回の中華系軸テロリストによるウイルス兵器で世界各国を攻撃している被害状況を前もって発表するとしよう。それまでよく聞いてみてくれ。まず感染者数を発表する。これは、日本のメディアというのは非常に何と言えばいいか、幼稚な報道しかできないもんだから、真実というのを曲げに曲げ切っているから、実際真実をメディアで知ることはないというのが事実だということだ。しかし今回のウイルス感染者というのはどのくらいの規模に膨れ上がるのかというのをはっきり言っておこう。軽く100万人を超えるということだ。もう一度言おう。軽く100万人を超えてしまうとはっきり言っておこう。そして残念なことに死者数はどれくらいに膨れ上がるのかというのをこれははっきり言っておこうかな。残念なことに軽く8万人を超えてしまうと言っておこう。非常に残念な結果になるということは仕方がないことだけれども、こればかりは避けることもなかなか難しいことではあるということだ。なぜならば高次元のものが全て決めてしまうということだ。調整という部分もあるかもしれないが、しかし高次元であっても良い住人と悪い住人がいるもんだから、私自身も何とも言えないということで多少困惑はしている。しかしながら軸をなんとか曲げようと試みてみるということだ。しかし覚悟はしておかなければいけない。それを曲げた後というのは被害がどこかへ跳ね返ってくるということは覚悟しておかなければいけないということだ。おそらく今回の被害というのは東京オリンピックマラソンを東京で中止したことが跳ね返ってきていると考えてもいいかなと私は考えている。しかし今回のウイルス兵器というのは正直ワクチンを手に入れなければどうしようもないということだ。だからとりあえず私どもは今回の特殊なワクチンを入手しなければいけないということだ。ワクチンを入手し十分に素粒子レベルまで分解し、そしてその特殊な素粒子ワクチンを世界中の上空から
目に見えない形で散布し、被害を食い止める作戦に出ようかなと頑張っている。しかし残念ながらワクチンはここにない、手元にない。一体誰が持っているのか。なんだが時空テロリストだ。時空テロリストがどこかに隠し持っているということだが、だからまあはっきり結論から言えば戦闘を避けることはできないということだ。必ず戦わなければいけない、奪い取らなければいけないということだ。そして残念なことにその際私は負傷してしまうということだ。これは年始め年始の挨拶でも言ったと思うが、このタイミングで私は負傷するということだ。しかしこればかりは避けることはできない。なぜならば人類を守るために自ら犠牲を払うこと、これは調査員として仕方がないことだということだ。何がどうもあれ、とりあえず細菌兵器、ウイルス兵器への対策は十分に行っていてくれ。いいな。最後に一件だけ紹介しようかな。簡単な質問ではあるが、なるほど。アンダレス出血の感想と、あとは、なるほど。少し見てみたんだが、安心するんだ。決して、この先輩方へ、暴力を振るっているわけではない、ということは、分かっていてくれ。この先輩方の後ろにいた危ない4次元のものを追っ払っただけだ。今現在は何もいないから安心するんだ。もちろん高次元レベルのことだから安心してくれ。いいな。しかし高次元の圧を感じるということは少々明確があるのかな。まあいい。今日のところはこの辺で終わりにする。以上だ。